東京へ行きましょう。ここはヒカルさんの部屋です。壁に大きなポスターがあります。それは東京のポスターです。ヒカルさんは毎日そのポスターを見ます。彼女は賑やかな街が大好きです。いつか東京に行きたいと思っています。ヒカルさんは15歳の高校生です。彼女はいつも元気で笑顔が素敵です。服を選ぶのがとても上手です。今日もおしゃれな服を着ています。自分に自信を持って生活しています。ヒカルさんは街で一番かっこいい女の子です。ヒカルさんは家の外に出ました。隣の家のみどりさんに会いました。おはようございますと明るく挨拶をします。日本のマナーはとても大切です。みどりさんも笑顔で返事をしてくれました。今日はとても天気がいいです。ヒカルさんは近くの公園に行きました。大きな木の下に座りました。風が気持ちよく吹いています。彼女は東京の景色を想像しました。東京はどんなところかなと夢を見ました。公園にはきれいな花がたくさんあります。ヒカルさんは急に立ち上がりました。決めた。明日、東京へ行きましょう。彼女の目はキラキラ輝いています。新しい冒険が始まろうとしています。ヒカルさんはとてもワクワクしています。彼女の心はもう東京にあります。ヒカルさんは急いで家に帰りました。押し入れから大きなスーツケースを出しました。何を持っていこうかなと考えました。荷物を準備するのはとても楽しいです。彼女は必要なものをリストに書きました。忘れ物がないように気をつけます。ヒカルさんはお気に入りの服を選びました。東京はおしゃれな人がたくさんいます。一番きれいなスカートをスーツケースに入れました。カラフルなシャツも準備しました。明日着る服を考えると嬉しくなります。彼女は鏡を見てにっこり笑いました。でも困ったことが起きました。大好きなカメラが見つかりません。おかしいな、どこにあるんだろう。カメラがないと写真が撮れません。ヒカルさんは少し悲しくなりました。一生懸命部屋の中を探しました。ベッドの下を見ましたがありません。クローゼットの中も全部探しました。ヒカルさんはだんだん緊張してきました。どこに置いたのか思い出せない。顔が少し青くなりました。本当に困ってしまいました。その時、学校のカバンを見ました。カバンを開けるとカメラが入っていました。よかった、ここにあったんだ。ヒカルさんはほっとして安心しました。大切なカメラをしっかりつかみました。これでたくさん写真を撮ることができます。お母さんのソラさんが部屋に来ました。ヒカル、お弁当を作ったわよ。頑張ってね。ソラさんは優しい声で言いました。ヒカルさんはお弁当をもらって嬉しいです。お母さん、ありがとう。楽しみです。家族の応援はとても力になります。夜になりました。窓からきれいな月が見えます。ヒカルさんは明日の冒険のことだけを考えています。ドキドキしてなかなか眠れません。明日はきっといい日になる。朝が来ました。外はまだ少し暗いです。ヒカルさんは目を覚ましました。今日はついに東京に行く日です。心臓がドキドキして少し緊張しています。でも体はとても元気です。彼女はすぐにベッドから出ました。顔を洗ってお気に入りの服を着ます。鏡を見て髪をきれいに整えました。よし、準備は完璧だわ、とつぶやきました。日本の朝は早いですが、彼女は準備が大好きです。机の上に小さな紙があります。
それはヒカルさんが作ったリストです。忘れ物をしないようにチェックをします。日本では時間を守るのがとても大切です。早めに準備をすることが一番安心です。最初にパスポートを確認しました。青いカバーの大切なパスポートです。カバンの中の安全な場所に入れました。これで外国に行く準備もできますね。ヒカルさんはパスポートを見て微笑みました。次に新幹線の切符を持ちました。東京までの切符は魔法のチケットのようです。時間は8時30分。絶対に遅れてはいけません。彼女は切符を財布の中に大切にしまいました。そして昨日の夜見つけたカメラです。レンズをきれいに拭きました。このカメラで東京の景色をたくさん撮ります。ヒカルさんはカメラを首から下げました。準備が進むとだんだん楽しくなってきました。でも急にヒカルさんの顔が曇りました。リストをもう一度見て考えました。何か忘れているような気がする。カバンの中をもう一度全部調べました。大切な何かが足りない気がします。あ、お守りを忘れていたわ。彼女は急いで机の引き出しを開けました。それは去年神社でもらったお守りです。お守りは旅行の安全を守ってくれます。ヒカルさんは必死に探し回りました。引き出しの奥に赤いお守りがありました。あった、よかった。ヒカルさんはお守りを手に取りました。小さな布の袋はとても暖かい気がします。彼女は深く息を吐いて安心しました。彼女はお守りをスーツケースの横につけました。赤い色が黄色のケースによく似合います。これで全部の準備が終わりました。忘れ物はもう一つもありません。ヒカルさんは自分を誇らしく思いました。部屋を最後にもう一度見ました。きれいに片付いた部屋は静かです。スーツケースを持つと少し重かったです。でもその重さは冒険の重さです。ヒカルさんは強くスーツケースの持ち手を握りました。玄関に行くとお母さんのソラさんがいました。気をつけていってらっしゃい。ソラさんは優しくヒカルさんを抱きしめました。お母さん、行ってきます。お土産を買ってくるね。ヒカルさんはドアを開けて外に出ました。朝の空気は冷たくて気持ちいいです。駅までの道を元気に歩き始めました。東京までの旅がついに始まります。彼女の新しい物語がここから動き出します。ヒカルさんは地元の駅に着きました。駅の建物はとてもきれいで静かです。空は青く、出発するのに最高の日です。ヒカルさんは大きなリュックを背負っています。さあ、いよいよ東京へ出発だわ。彼女は期待で胸を膨らませました。駅の入り口で彼女は深呼吸をしました。駅の中にはたくさんの人がいます。みんな忙しそうですが、とても行儀がいいです。階段の前ではみんな順番を守っています。ぶつかる人は一人もいません。ヒカルさんはその規則正しい様子に驚きました。日本の駅はとても安全で落ち着いています。彼女も列に並んでゆっくり歩きました。ヒカルさんは切符売り場に行きました。壁にはとても大きな路線図があります。色とりどりの線がたくさん引いてあります。まるで迷路のように複雑できれいです。たくさんの駅の名前が書いてあります。ヒカルさんはまず東京駅を探すことにしました。上を見上げて一生懸命に指でたどります。あれ？
東京駅はどこにあるのかな？ヒカルさんはなかなか見つけることができません。線が多すぎて目が回りそうです。いくら探しても目的の駅が見つかりません。東京へ行くにはいくらの切符が必要なんだろう。彼女は少し困ってしまいました。顔が少し曇り、眉間にシワが寄ります。ヒカルさんは切符の機械の前に行きました。そこには短い列ができていました。彼女は他の人の後ろにきちんと並びました。割り込みをしないのが大切なマナーです。前の人たちが次々と切符を買っていきます。ヒカルさんは自分の番が来るのを待ちました。心臓が少し早く動き始めました。ついにヒカルさんの番が来ました。彼女は画面をじっと見つめました。画面にはボタンがたくさん並んでいます。どのボタンを押せばいいんだろう。ヒカルさんは指を動かしますが押せません。機械の使い方がわからなくて戸惑いました。時間がどんどん過ぎていきます。ヒカルさんの後ろに大輔さんが並びました。大輔さんはスーツを着た会社員です。ヒカルさんは後ろの人を待たせていると思いました。彼女はとても緊張して手が震えました。早くしないといけないのにどうしよう。焦れば焦るほど画面が読めなくなります。ヒカルさんの顔は真っ赤になりました。その時、近くに駅員のケンジさんがいました。ケンジさんは青い制服を着て帽子をかぶっています。彼は困っている人がいないか見ていました。ヒカルさんは彼に助けを求めることにしました。勇気を出して聞いてみようと決めました。彼女は深呼吸をして緊張を鎮めました。駅員さんはとても優しそうな顔をしています。ヒカルさんは駅員さんに近づきました。すみません、と丁寧な言葉で話しかけました。駅員さんは笑顔で、はい、どうしましたか？と言いました。東京へ行きたいのですが、買い方がわかりません。ヒカルさんは正直に困っていることを伝えました。丁寧な挨拶は相手をいい気持ちにさせます。ケンジさんは快く助けてくれることになりました。ケンジさんは一緒に機械の前に行きました。まずこのボタンを押してくださいね。彼は画面を指さしながらゆっくり説明しました。次に東京駅までの金額を選びます。ヒカルさんは彼の言う通りに操作をしました。わかりやすい説明を聞いて彼女は安心しました。駅員さんの優しさが心に染みました。ヒカルさんは財布からお金を出しました。お釣りがないようにちょうど払いました。ガチャンと音がして切符が出てきました。ヒカルさんはその小さな切符を手に取りました。ありがとうございます。と元気にお礼を言いました。切符を買えたことがとても嬉しいです。彼女の笑顔がキラキラと輝きました。ヒカルさんは改札口を通りました。そして電車のホームへと歩いていきます。手には大切な切符をしっかり握っています。駅の放送が電車の到着を知らせました。まもなく1番線に電車が参ります。ヒカルさんは黄色い線の内側に並びました。彼女の冒険が
いよいよ本格的に始まります。遠くから電車の音が聞こえてきました。大きなライトが光り、電車がゆっくり入ってきます。風が強く吹いて、ヒカルさんの髪を揺らしました。うわー、かっこいい電車だわ。彼女は輝く電車を見てワクワクしました。東京への旅はまだ始まったばかりです。ヒカルさんは電車の中に入りました。窓側の席を見つけてゆっくり座りました。足元には大切なスーツケースを置きました。やっと電車に乗れたわ。一安心ね。彼女はほっとした表情で深く腰掛けました。電車の座席は柔らかくてとても気持ちがいいです。電車が動き出すと外の景色が流れ始めました。窓の外には高い山や緑の畑が見えます。空はとても青く、雲がゆっくり動いています。うわあ、なんて綺麗な景色なんだろう。ヒカルさんはスマートフォンを出して写真を撮りました。美しい風景を見て彼女はとても感動しました。次の駅に着くとたくさんの人が乗ってきました。電車の中はだんだん混んできました。わあ、急に人が増えたわね。ヒカルさんの隣の席にも誰かが座りました。彼女は少し緊張して体を小さくしました。静かな電車の中が少しずつ賑やかになります。隣に座ったのは優しそうなおばあさんでした。おばあさんの名前は千恵さんと言います。二人は目が合うと小さくお辞儀をしました。こんにちは、と二人は小さな声で言い合いました。千恵さんの笑顔を見てヒカルさんは安心しました。知らない人と隣になるのも旅の楽しみです。ヒカルさんは電車の中がとても静かなことに気づきました。たくさんの人がいますが、誰も大きな声で話しません。電話を使っている人も一人もいませんでした。みんな本を読んだり眠ったりしています。日本の電車は本当に静かで落ち着くわ。彼女は日本のマナーの良さに改めて感心しました。ヒカルさんも自分の携帯をマナーモードにしました。そしてカバンの中にそっとしまいました。私も静かに過ごすことにしよう。彼女はカバンから読みかけの本を出しました。窓の外を見ながらゆっくり本を読み始めました。電車の揺れがとても心地よく感じられます。電車はさらに進み、もっと混んできました。立っている人もたくさんいて、少し窮屈です。東京に近づいているんだわ。すごい人ね。ヒカルさんは少し疲れを感じ始めました。肩に少し力が入って呼吸が浅くなります。都会の忙しさが少しずつ伝わってきました。ヒカルさんは深呼吸をして気持ちを落ち着かせました。そしてカバンから冷たいお茶を出しました。お茶を一口飲むととても爽やかな気持ちになりました。よし、あと少しで東京に着くわ。彼女は元気を取り戻して背筋を伸ばしました。冷たい飲み物は彼女をリフレッシュさせてくれました。ヒカルさんは東京のガイドブックを開きました。そこには渋谷や新宿の写真が載っています。高いビルやたくさんの店がとても華やかです。まずはどこに行こうかな。楽しみだわ。彼女は行きたい場所を指でなぞりながら見ました。ガイドブックの中には新しい世界が広がっています。窓の外の景色がだんだん変わってきました。緑が少なくなり、高い建物が増えてきました。ガタンゴトンと電車のリズムが心地よく響きます。
もうすぐ東京駅ね。景色が全然違うわ。自然の景色から都会の景色へ、舞台が変わります。ひかるさんは窓の外をじっと見つめ続けました。電車の放送が流れてきました。次は東京、終点東京です。その声を聞いて、ひかるさんの心臓が速くなりました。ついに着くんだわ。ドキドキする。彼女は期待と緊張で胸がいっぱいになりました。彼女の夢だった東京が目の前にあります。窓の外にはキラキラした街の光が見えました。空まで届きそうなほど大きなビルがたくさん並んでいます。うわー、すごい！まるで宝石箱みたい。都会の輝きにひかるさんは言葉を失いました。地元の景色とは全く違う不思議な光景です。彼女はその圧倒的な景色にすっかり夢中になりました。電車がゆっくり止まりました。ひかるさんは立ち上がり、スーツケースを持ちました。ドアの前に立って開くのをじっと待ちます。さあ、東京での冒険が始まるわ。ドアが開くと、そこには新しい世界が待っています。ひかるさんは赤いレンガの駅舎から外に出ました。外の空気は駅の中とは少し違いました。目の前には広い広場がずっと続いています。遠くの方まで都会の景色が見えました。彼女は深呼吸をして一歩踏み出しました。周りにはガラスでできた高いビルが並んでいます。どのビルも雲に届きそうなくらい高いです。まるで鏡の森の中にいるみたいでした。ビルの壁に青い空がきれいに映っています。ひかるさんは首が痛くなるほど上を見上げました。テレビで見た景色が今は目の前にあります。モダンな建物と古い駅が一緒に並んでいました。その景色はとても不思議で美しかったです。彼女は本当に東京に来たんだと心から感じました。新しい世界が彼女を歓迎しているようでした。ひかるさんは賑やかな歩道を歩き始めました。たくさんの人がいろいろな方向に歩いています。みんな忙しそうですが、表情はとても明るいです。彼女もその流れに乗ってゆっくり歩いていきました。東京のリズムを足の下にしっかり感じました。道路にはたくさんの車やバスが走っています。でも人々はとても規則正しく動いていました。信号が青になるとみんな一斉に渡り始めます。誰も急いでぶつかったりしないのがすごいです。ひかるさんはその都会のルールにとても感心しました。人がたくさんいるのに街はとても静かでした。みんな自分の目的地に向かってまっすぐ進んでいます。その忙しさの中に不思議な落ち着きがありました。ひかるさんはこの街の一員になれた気がしました。彼女の心はこれからの期待でいっぱいです。途中で小さな公園のそばで足を止めました。ビルとビルの間から見える空を見上げました。風が彼女の髪を優しくふわっと揺らしています。少し疲れたけれど、とても爽らかな気分でした。彼女はしばらく都会の音を静かに聞いていました。今日一日の出来事をゆっくりと思い出しました。朝家を出た時の少し緊張した気持ち、長い電車の旅と窓から見たきれいな景色、それらすべてが今の彼女につながっています。ここまで来られたのは彼女の人生で一番の冒険でした。ちゃんと準備をしたから大丈夫だったんだ。ひかるさんは自分のカバンをぎゅっと握りました。漢字を覚えたり、
地図を調べたりした毎日の努力。それが彼女に今日最高の自信を与えてくれました。自分を誇らしく思い、彼女は優しく微笑みました。大きな夢を叶えるためには、準備がとても大切です。勇気を持って最初の一歩を踏み出すことが必要です。計画を立てればどこへでも行くことができます。自分を信じて進めば新しい道が必ず開けます。準備はあなたを強くしてくれる最高の魔法です。ひかるさんは明るい未来に向かって歩き出しました。太陽の光が彼女の行く道を暖かく照らしています。彼女の旅はここからまた新しく始まります。ひかるさんは思いました。夢は少しずつ叶います。